こんにちは。ここは青波線名古屋駅です。これから近畿埠頭まで向かいます。今回は太平洋フェリーに乗るんだよね。時間には余裕がありますが、もう電車が止まっています。せっかくなのでこれに乗っていきましょう。近畿埠頭駅からは歩くんだね。広い道路にトラックが走っていて、いかにも臨港地帯って感じ。名古屋駅からフェリーターミナルまではいろいろな行き方があります。一番楽なのがシャトルバスだと思いますが、ちょっと高いんですよね。一番安いのは今回の青波線と徒歩で向かう行き方だね。歩かないといけませんが乗り換えが少ないので楽ではあります。近畿埠頭の近くにはレゴランドやリニア鉄道館などがありますので、フェリーに乗る前に遊ぶというのも良さそうです。徒歩だと時間も決めやすいからね。近畿埠頭からフェリーターミナルまでは徒歩約30分程度かかりますが、路面が多少ボコボコした区間があるので注意です。人通りが少ないからと歩道にも石ころが多い気がするよ。ですがこっちのルートですとフェリーを見渡せる橋を通るんですよね。景色がとても綺麗なのでぜひこっちの道を選んでしまいます。それ以外ですと路線バスを使う方法があります。路線バスですと地下鉄の名古屋港駅からもアクセスできます。これだと境で遊んだ後にフェリーとかもできるから便利だね。フェリーの出発が19時なので遊ぶ時間も多く取れますね。夕食は船内で取った方が良さそうだけど、少し早い夕食なら食べてきても良いかもね。やっぱり上がり道が良くないですね。ここ歩くんだよね。道間違っていないか不安になるよ。キャリーバッグ持っていくときはこれだと引きずれないですね。草も結構多いから夏場は足が痒くなりそうだよ。もう少し行くと橋の上に出ますのでそれまでの辛抱です。なんとか橋の上まで登ってきたね。視界が開けて周囲を一望できます。今見えているのが今日乗る船ですよ。白い船体に青いライン。シンプルでかっこいい見た目だね。全長200メートル近いので壁みたいですね。手前にも車両の乗り降りができそうな設備が見えます。名門フェリー時代の名残でしょうか。名古屋フェリー埠頭に来るのって太平洋フェリーだけだよね。そうなんですが、以前は九州方面のフェリー航路もあったそうです。名古屋からだと紀伊半島を回らないといけないので時間がかかりそうですから、あまり人気がなかったのかもしれません。近くまで来ると車の積み込みがよく見えるね。バウランプからトレーラーが出たり入ったりしています。トラクターヘッドだけ戻ってくるんだね。荷台部分だけ運搬するみたいです。太平洋フェリーのロゴが入っているので専用便なのでしょうね。鉄道貨物みたいに出荷から配送まで一貫輸送してくれるみたいです。こうして見ていると格納って感じがするよ。いいものを見れました。普段あまり船は見ないから大きさに圧倒されるよ。普段大きく感じているトレーラーがすっぽり入りますからね。この船には100台以上のトレーラーを積み込めるのですごいです。ところでさっきから空気が湿っぽくない？パラパラ雨が降ってきましたね。まだ春ですが夕立かもしれませんよ。なんとかフェリーターミナルに到着です。船までの連絡通路が結構長いですね。ボーディングブリッジも太平洋フェリーのカラーリングなんだね。窓の形も相まって新幹線みたいですね。乗船手続きもありますし中入りましょう。とりあえず待合室まで来ました。受付は特に必要なかったです。徒歩乗船の場合はメールで送られた QR コードを搭乗口でかざせば OK とのことでした。手荷物検査とかがない分飛行機よりもスムーズだね。搭乗時間までは30分ほどあるみたいなので少し休みましょう。ようやく乗船時間だね。いよいよ長い連絡通路を歩けます。船の乗船口ってだいたい船の真ん中くらいにあるからか、連絡通路が飛行機と比べてかなり長いよね。多分ですが揺れが少ない中央部に乗船口をつけているんですよ。重心を軸に入れるので船の先端部分は上下動が大きくなります。車両の出入り口は端についているのにね。車両は人間みたいに小回りが利かないので、船の両端から出入りする必要があるんじゃないですかね。そう考えると効率的なのかな。船によっては乗船は船首から、下船は船尾からという場合もありますので、素早く出入りできるように作られているんだと思いますよ。今回乗船する基礎は車両後半が1から4デッキ、客室が5から7デッキという階層になっています。車両が出入りするランプがある階層は3デッキなので、内部が立体駐車場のようになっています。水面より下にも車両を格納できるんだね。船の中ですが、全長 199.9 メートル、幅27メートルという大きさなので、車の展開も余裕でできるんでしょうね。船のスペックとしてはトラック183台、
乗用車113台を格納することができるそうです。多いんだろうけどイメージつかないね。トラックの積載量を1台10トン、中身が全部米だとすると、だいたい3万6000人が1年に消費するお米を一度に運べることになります。もっとイメージつかなくなってきたよ。60回往復すると名古屋市の全人口のお米を運べます。工業製品の輸送もあるので、実際どれくらい物流に寄与しているのかは気になるところではあります。いよいよ仙台だね。 QR コードを準備しましょう。すごく簡単に乗船できたね。電車より簡単かもしれないです。私たちの部屋は、今回は特等室なんだよね。特等っていい響きだね。はい、天面展望を楽しめる部屋を予約しました。廊下は落ち着いた照明でホテルみたいだね。船の中にいる感じがしなくて不思議です。壁に鳥が描かれているね。鳩、海だからカモメじゃないかな。ポッポ。突き当たりを曲がってもう少しだね。船の先端部分の部屋なので少し遠かったですね。部屋の鍵も乗船用 QR コードを使うみたいです。鍵がない分受付も少なくて便利だね。ですが QR コードをなくすと大変ですね。携帯は常に持ち歩いた方が良さそうです。なかなか鍵が開かないね。画面が暗いんでしょうか。明るくしてもう一度試してみます。開いたかな。いざ入室です。おお、和室なんだね。テーブルと布団が置かれていますね。床の間みたいなスペースまであるんですね。うさぎちゃん、ここ窓だよね。早く開けてみようよ。まだ出港前ですし、開けても大丈夫ですね。すごく良い景色です。全面が綺麗に見えるね。ちょうど真上が操舵室なので、ほぼ操舵室と同じ風景のはずです。こんなに見晴らしがいいんですね。まだ車両の積み込みをしているみたいだよ。トレーラーが船に取り込まれていくみたいに見えるね。右奥は名港トリトンの2つが見えますね。遠くのが名港東大橋、手前が名港中央大橋だっけ。そしてこれからくぐるのが名港西大橋です。ところでこの部屋の前にあったドアって、お風呂があるんだね。特等以上の等級は部屋に湯船があります。さすがに窓はないから展望はないけど、個室の風呂が船にあるってすごく贅沢だね。特等の角部屋は風呂にも窓があるみたいですが、全面展望はないのでどっちを取るかなんですよね。出港までまだ1時間くらいありますので、先にお風呂入ったらどうでしょう。出港したら揺れるかもしれないし、先に入っておこうかな。私は窓からの眺めを楽しんでます。やっぱり入ります。いいお湯でした。さっぱりしたね。そろそろ出港の時間ですし、デッキに行きましょう。すっかり真っ暗だね。ライトアップされたファンネルが綺麗です。他のお客さんも少しずつ増えてきましたね。みんな出港を見に来ているみたい。記念撮影している人もちらほら見えるね。夜のライトアップされた港は絶好のフォトスポットですよね。船が動き出したみたいです。名古屋フェリーターミナルでは船首から港につけるので、出港の時はバックで出ていきます。これだけ大きいと後ろはどうやって確認しているんだろう。バックモニターみたいなものがついているのかな。多分後ろに見張りの人がいるんだと思いますよ。着岸の時はマイクを持って合図する人をよく見かけます。船が大きいからか、フェリーターミナルのビルって思いのほか小さいですね。ミニチュアみたいに見えて面白いね。タグボートはいるみたいですが、この船のサポートはしていないんですね。自力で出港できるんだね。比較的港が広いこともあるんでしょうか。更新するだけだからサポートしなくても大丈夫なのかもね。私も人混みは苦手なのでわかる気がします。後ろ向きなところとか。いよいよ向きも前向きになったね。そろそろ名古屋港出港のメインイベントです。名港西大橋をくぐりますよ。名港西大橋は長さ758メートルの斜張橋で、高速道路の上下線でそれぞれ2本の橋になっています。山側の橋は1985年に建設されて、当時世界最長の斜張橋だったそうです。太平洋フェリーが通行できるように橋の高さを設計しているんだよね。つけた高さは海面から38メートルあり、この船のマストからだいたい2メートル上に橋があることになります。意外とスレスレなんだね。橋の上にいたら煙突の煙でむせそう。ぶつからないのは分かっていてもヒヤヒヤしますよね。隣に見えている陸地って金城埠頭？そうです。金城埠頭には26の岸壁があり、多くの貨物船が出入りする物流拠点です。
目の前には車が大量に並んで止められているね。多分出荷するために止められているんだと思います。これから船に乗せて運ばれてどこかへ行くのではないでしょうか。倉庫みたいな大きな建物もところどころにあるね。展示場やアリーナといった施設もあるので、物流だけでなくイベントの拠点としても整備が進められているようです。最近はクルーズ船がここに寄港することも増えているそうですよ。金城埠頭の先端まで来ましたね。なんか灯台みたいな塔で点滅しているよ。K とか矢印とか E とか書いてる。ほんとですね。上には F が点滅しています。この辺りは水路が複雑なので、出港する船への信号に加えて周りの船にここを通る船がいるということを伝える信号の役割を持っているみたいです。上の F の点滅はこの船に対して進んでよしと言っているみたい。下の点滅はこの船がどこからどこに向かっているのかを周りの船に伝えているみたいだね。名古屋港にはこの信号設備が4カ所あるらしく、同じように船の動きを管制しているようですね。通行するのに事前連絡が必要など色々大変そうです。この船の操舵室も今頃忙しいのかもね。港から遠ざかっていきますね。うさぎちゃん、寒くなってきたし戻らない？もう少し見ていたいです。そしたら先に部屋戻っているね。街明かりが遠ざかってだんだん工場の景色になってきました。この辺りは中京工業地帯の中でも鉄鋼業が盛んな地域です。奥に見えているのは製油所でしょうかね。石油タンクのような影が見えます。地図を見たら分かってしまうのですが、こうして影から建物を想像するのは楽しいです。寒くなってきたので私も部屋に戻ります。おかえり。寒かったです。そろそろ夕ご飯食べに行かない？少しお腹すいたので行きましょう。カレーにしました。まかないカレーだって、船で食べるカレーは絶対美味しいよ。ポークカレーベースのカレーみたいですね。味は甘口かな。玉ねぎとか野菜の甘みって感じ。肉もゴロゴロ入っていて食べ応えがあります。だしというかコクというか、いろいろな具が溶けていそうな味がするよ。美味しいので大盛りでも良かったかもしれません。ご飯の後はラウンジショーに行きました。ピアノとバイオリンの演奏だったね。いろいろな曲目で約45分のショーでした。入退場自由で飲食も OK なゆるい感じのショーだったけど、フェリーで生演奏を聴けるのは特別感があっていいね。どうしても時間を持て余すので退屈しなくて良いです。ショーの後はもう一度デッキに出ることにしました。もう真っ暗だけど、何か見えるの？もう少しで渥美半島を通過するはずなんですよ。矢後岬灯台が見えないかと思ったんですが、あまりよくわからないね。多分あの光のどれかがそうなのですがよくわかりませんね。あの点滅しているのが灯台かな？あまり強い光ではないみたいだね。やっぱり寒いのでそろそろ部屋に戻って寝ましょうか。おはようございます。時刻は5時を回ったところです。もうすぐ日の出なのでデッキに見に来ました。おはよううさぎちゃん。立花さん起きていたんですね。寝る前の船内放送で日の出の時間を教えてもらってたからね。しっかり目覚ましかけておいたよ。もう明るくなってきたしそろそろ日の出だね。少し曇ってますが晴れていてよかったです。太陽が上がってきました。他のお客さんも起きてきたんだね。みんな同じ方向を見ていて面白いですね。日の出の時ってみんなで同じ時間を共有している感じがして楽しいんだよね。なんとなくわかる気がします。部屋に戻ってきました。まだ春だし、朝はさすがに寒かったね。千葉県沖くらいなのでそこまで北ではないんですが、海の上なので寒く感じるんでしょうね。朝食はバイキングに行きましょうか。まだかなり時間があるのでゆっくりします。二度寝しようかな。バイキング美味しかったね。つい食べ過ぎてしまいました。この後は何か予定はあるの？午前中は特に船内イベントはやってないんですよね。仙台港の途中下船も16時くらいなのでまだまだ先です。じゃあとりあえず部屋に戻ってゴロゴロする？そうします。おー。うさぎちゃん。はーい。完全に伸びちゃってる。ちょっとくつろぎすぎじゃない？立花さんもやってみてくださいよ。夏休みに縁側にいる気分になれますよ。流れる雲をぼーっと眺めるのも最高なんです。そう言われると納得しそうになるよ。あー。確かに最高にリラックスしているけど、他にもやることある気がするんだよね。この部屋の窓は少し上向きに傾斜しているので、横になって見上げた時の見晴らしがいいんですよ。だからこの部屋でしかできないくつろぎ方です。そうかな。
サンフラワーが見えるよ。ちょうど大洗に向かっている便ですね。運行スケジュールを見るとあれはサンフラワーフラノみたいです。昨日の18時45分に苫小牧を出発して、今日の14時に大洗に到着する予定です。あの船もたくさんの貨物を運んでいるんだよね。忘れていましたが、あと3時間くらいすると姉妹船の石狩ともすれ違いますよ。お互いがわかるようにわざと近づいて反抗してくれるそうです。やっとイベントらしいイベントが来たね。でもあと3時間か。少し船内散歩してこようかな。ということでゲームコーナーに来ました。揚げ物のキーホルダーがあるけど需要あるのかな。天ぷらの方はあまり衣ついていなさそうだし、こっちの筐体はすごい揺れているよ。これ掴んでも振動で落ちちゃうんじゃないかな。売店も開いてないしすることがないな。お風呂でも入ろうかな。大浴場ガラ空きだったよ。一家さん、石狩が見えてきましたよ。まだちっちゃくしか見えないけど、だんだん近づいているんだね。もうあと10分くらいですれ違うはずです。せっかくだし、デッキで見てこようよ。近づくとやっぱり大きいね。お互い時速30キロくらいで走っていますが、思ったよりゆっくりすれ違いますね。あまり波しぶきが上がっていないのもあってか、とても静かな走り方だよね。汽笛を鳴らしてくれるんだね。思わず手を振りたくなっちゃうよ。きっと石狩の乗客も同じようにしていると思いますよ。さて、すれ違いイベントも終わりましたし、仙台での一時下船の準備をしましょう。一時下船するときは受付で同意書にサインが必要です。乗り遅れても文句言いませんってやつだね。一時下船の手続きはもう済ませておきましたので大丈夫です。あと、一度下船するとしばらくは船に戻れないので、忘れ物しないように注意しないといけません。清掃作業とかの邪魔になっちゃうから仕方ないよね。ところで、どこか行く予定あるの？もう少し早い時間だったら海の森水族館に行きたかったのですが、17時で閉館なんですよね。港に着くのが16時だから、船降りて歩いているうちに閉まっちゃうね。なので適当にブラブラしたいと思います。大丈夫かな？着きましたね。天気は良いですが少し肌寒いです。やっぱり船は大きいね。それでは行きましょう。着きました。着丼って山岡屋じゃん。癖になる味でおなじみのラーメン屋さんです。味はブレなく美味しいよ。山岡屋だね。店舗ごとに調理しているので知識差あるかと思ったのですが、私には分かりませんでした。いつもの山岡屋という感じで美味しかったです。お次はここです。見晴らしがいいところだね。NX 仙台港パークです。テニスコートや野球場を備えた運動公園みたいです。仙台港に面した場所が釣りスポットになっているみたいで、釣り客の姿もちらほら見えました。なんか、とても聞き覚えのある声のアナウンスだね。もう少しで閉園ですがゆっくりしていきましょうか。ゆっくりしていってね。この後買い出しをしていたらなんだかんだ良い時間になりました。フェリーターミナルに戻ってきたら再乗船開始していたね。締め切り時間までは余裕がありますが人が少ないとびっくりしますね。ちょっと薄暗くなってきているし本当に置いていかれそうだよ。部屋に戻って少しするとすぐに出港時間になりました。もう辺りは完全に真っ暗だね。明るい時間に出港するのは名古屋行きだけなんですよ。あとは全部夕方以降の出港です。時期によっては仙台行きなら明るい時間になるのかな。売店で何か買っていると思ったらずんだ餅だったんだ。さすがに仙台名物何も食べないのはもったいないじゃないですか。船降りた時に売店見たら売っていたので、再乗船する時に買うつもりでいたんですよ。売ってなかったらラーメンが牛タンになったかもしれないのに。でもこれ冷凍なんですよ。そのまま食べられるでしょうか。カッチカチだね。カッチカチですね。仕方ないので冷蔵庫で解凍します。明日の朝には食べ頃になっていてほしいです。気づいたら明るくなっていました。静かな朝だね。とりあえず、ずんだ餅は美味しく食べられました。もう少し何か食べたいのでおにぎりを注文しました。理想的朝食といった味で美味しかったです。もう少しで苫小牧だね。今日も順調に航行しているみたいなので時間通り着きそうですね。そろそろ下船準備か。すごく快適だったのでちょっと名残惜しいです。そしていよいよ到着です。ここからだと特徴的なノコギリ状の岸壁がよくわかるね。苫小牧西港は3つのバースが並んでいるので、
間違えて違うバースに着岸してしまいそうです。この時間は他のフェリーがいないから一番乗りって感じだね。木曽は選手にアンプがあるのでそのまま突っ込んでいくところがまた良いですね。全面展望の部屋だとこの景色がいつも見れるので値段以上の価値があると思います。まさに特等席だね。着岸。ひとまず無事北海道に到着ですね。この後はどうするんだっけ？今日の18時45分の船までは時間があるので、苫小牧を観光しましょう。苫小牧名物のホッキが食べたいんですよね。ホッキカレーと会員じゃないかな。苫小牧駅までやってきました。駅中にちょうどよくカレーのお店があったね。早速ホッキカレーを注文しました。容器は使い捨て容器でしたが、味は美味しかったです。シーフードカレーの具材がホッキといったカレーで、結構ゴロゴロホッキが入っていました。普段シーフードカレーはあまり食べないですが、癖もなく食べやすいカレーでした。店内で食べる分には容器は少し残念ポイントでしたね。駅中の店舗だし、駅弁感覚でテイクアウトする人もいるのかもね。確かに食事中に残理会に来ていた人もいましたね。ところで、次はどこに向かっているの？今度は宇宙船に乗りに行きます。ここは苫小牧市科学センターです。ここには旧ソ連の宇宙ステーション、ミールが保存されています。これは1986年に打ち上げられた宇宙ステーションの予備機で、実際に使えるよう作られた本物の宇宙船です。せっかく苫小牧に船で来たので、宇宙船にも乗っておきたかったんですよ。乗れるの？展示のため保護されていますが、実際に中に入ることができますよ。古い機体だからか、最近のクルードラゴンとかと比べるとスイッチだらけだね。確かにそうですが、同時代に作られたソユーズは未だに現役ですから、技術としては確立されているんだと思います。宇宙のミールは2001年に処分されていますが、ここの展示も2005年あたりから新しい宇宙開発の内容が少なくなっているのがもったいないところなんですよね。最近は特にロケットの打ち上げが盛んだから、まとめてくれると展示がもっと面白くなりそうだよね。あとここ科学センターなのでプラネタリウムもあるんですよ。せっかくなので見ていきましょう。頭を使って疲れましたね。何か甘いものでも食べに行こうよ。ということで苫小牧のお菓子屋さん、三つ星、行きました。酔いと負けで有名なところだね。店内にイートインがあるので、買ったお菓子を食べることができます。ストレートティーが無料サービスなのはありがたいね。お菓子は言うことなく美味しいです。ところで、今日はどこに泊まるんだっけ？サンフラワー、富良野です。また船か？ご視聴ありがとうございました。